なんだって？縄で縛ってほしい？うん。でもただ縛るだけじゃないわよ。私の体を縄で縛った上で天井から吊るしてほしいの。やれやれ。マリコってばほんと好き者だよな。野外でするのに飽きたと思ったら、今度はそういうプレイかい？いいじゃない。あなたも嫌いじゃないでしょ、こういうの。え、えへへ。まあな。俺の名前は相田充。42歳の平凡なサラリーマンだ。そんな俺の目の前で、俺の愛妻であるマリコが、どこの馬の骨ともわからぬ男に縛り上げられていく。最終的に梁から吊り下げられたそのふくよかな体は、まるで調理されるのを待つ丸焼き用の豚のようなありさまであった。俺が初めてマリコの不貞に気がついたのは、彼女の入浴中に誤って浴室に入ってしまった時のこと。俺はまさかマリコが先に風呂に入っているなんて思わず、ノックもなしに浴室のドアを開けてしまったのだ。キャー、何してんのよ、スケベ。おわ、すまん。まさかお前が中にいるなんて思ってもみなくて。謝罪なんていいから、さっさと閉めなさいよ。さもないとシャワーで熱湯を浴びせるわよ。わかったって。すぐに閉めるから、そういきり立つなよ。今思えば、マリコのこの反応はいささか過剰というか、20年連れ添って、今や空気に等しい存在となった俺たち夫婦にしては、かなり違和感を感じる反応である。しかし、この時点ですでに奴らは媚薬を用いたくらいの普通のおせっせでは満足できない体になってしまっていたようだった。この媚薬も良かったのは初めの数回だけだったわね。慣れてきたら普通のローションと何にも変わらないわ。毎回シーツが汚れないように気を使うのも面倒だしな。だけど今更普通のやり方には戻れないよ。そう言うと思って今日は事前に準備をしてきたの。通販で腸内洗浄キットを購入してね。腸内洗浄キットだって？それで何をするつもりなんだ？決まってるでしょ？腸の中をきれいにしたのよ。これからあなたといっぱい楽しむためにね。なるほど。ケツ穴か。なるほどじゃねえよ、バカ野郎。何か風呂場がうんぴー臭いと思ったら、そういうことかよ。こいつらついに開きやがったな。アブノーマルという禁断の扉を。その道を一歩踏み出したら、あとは堕落の下り坂を一気に転がり落ちるだけ。マリコはもう後戻りできないほどにまで、真男との火遊びにのめり込んでしまっているようだった。畜生、マリコのやつ、けだものみたいによがり狂いやがって。許さん。絶対に許さんぞ。お前らには必ず痛い目を見せてやるからな。そして話は冒頭に戻る。この時、俺が初めてマリコの不倫現場に遭遇した日から数えて、すでに半年。自宅不倫、媚薬、ケツ穴。これまで様々なプレーに手を染めてきたマリコと真男は、ついにアブノーマルの真骨頂とも言える緊縛プレーに手を出そうとしていた。なんだって？縄で縛ってほしい？うん。でもただ縛るだけじゃないわよ。私の体を縄で縛った上で天井から吊るしてほしいの。やれやれ。マリコってばほんと好き者だよな。野外でするのに飽きたと思ったら今度はそういうプレーかい？いいじゃない。あなたも嫌いじゃないでしょ、こういうの。え、
えへへ、まあな。それじゃあお願い。私を縛るための縄はもう用意してあるから。うお、こりゃいい縄だ。こいつを使えばきっとマリコを新たな快感の境地に導いてやれるぞ。でしょでしょ。この縄にたどり着くまでに何軒もホームセンターをはしごしたんだから。素人の俺にはたかがロープごときの違いなど何もわからないが、アブノーマルの境地を極めんとするバカ二人にはその違いがわかるらしい。なるほど。じゃあもう認めざるを得ないな。お前たちはもう立派な荒縄マイスターだ。よーし、それじゃあ釣り上げるぞ。準備はいいか？オーケーよ。別に優しくする必要はないからね。これでもかってくらいに荒々しく釣り上げて。ふふふ、いい覚悟だ。それじゃあ行くぞ。わっしょい、わっしょい。わっしょい、わっしょい。荒々しく毛羽立った縄がその柔肌にきつく食い込んでいるというのに、マリコはなおも余裕の表情で空中に吊り上げられていく。その姿はまるでネバーランドでピーターのパンと優雅に空中遊泳を楽しむいたいけな少女ウェンの D の姿のようであった。うふふ、見て見て、私空を飛んでるわ。まるでティンカーベルにでもなった気分。ふふ、なら俺はフック船長だ。まあ、フックのように反り返っているのは腕じゃなくてこっちの方だけどな。やーん、たくましい。なんだ、この茶番は。まったくもって吐き気がする。しかし、これでようやく俺にも覚悟が決まった。この恥知らずのバカ女を問答無用で地獄に突き落としてやる覚悟が。俺は寝室のドアの隙間の向こうで繰り広げられる三文芝居をしっかりとカメラに収め、マリコたちに気づかれないうちにその場を去った。この半年間で撮りためた不倫の証拠映像は全部で18時間強。奴らの悪事を公然のもとにさらすには十分すぎるほどの成果であった。それからさらに1ヶ月ほどが経った頃、ようやくその時が訪れることに。その日、俺は去年亡くなったマリコの祖父の一周忌の法事のために彼女の実家を訪れていた。そして坊さんの説教も終わり、そろそろお開きに、となったタイミングで、俺はその場に集まった14名の親戚一同にこう声をかけたのだった。お帰りの準備をされているところ申し訳ありません。実は今日僕から皆さんにサプライズがありまして。サプライズ？なんだいそれは。ははーん、なるほど。そういうことね。おめでとう、マリコ。何のこと？どうやらお母さんはおめでただと勘違いしているようだな。とはいえ、今さら俺も引き下がるわけにはいかない。お父さんとお母さんには申し訳ないけど、ここは心を鬼にしてかからせてもらおう。俺はスーツケースから取り出した例のあれをギフ宅の DVD プレイヤーに挿入。最後の覚悟を決めるために一呼吸を置いた後で、ラベルにプロローグと書かれたその DVD の再生を始めると、そこにはすっぽんぽんの生まれたままの姿で絡み合う男女の姿が、義父母や他の親戚たちがそこに映るとろけ顔の女がマリコだということに気づくまでに、そう時間はかからなかった。いや、何よこれ。何よこれじゃないだろう。そりゃこっちのセリフだ。一体これは何なのよ。あんたまさか不倫をしているの？違
違うわ。こんなの合成よ。偽物の映像よ。みつる、こんな悪趣味な真似をして一体どういうつもりなの？合成だって？本当なのか、みつるくん。どうしてこんなこと？マリコが何をしたっていうのよ。やれやれ、本気で言っているのか？素人にこんな精度の高い合成映像が作れるわけないだろうが。とはいえ、マリコや義父母がこのような言動に出ることはすでに想定済み。この人たちをグーの音も出ないほどに論破してやる用意はできている。そのために俺は半年もの間、マリコの不倫に気づかぬふりをして、証拠集めだけに奔走してきたのだから。なるほど。確かにこんな映像だけじゃ信じられませんよね。それじゃあ次は別の映像でも見てみましょうか。別の映像？まさか他にもあるのか？こんな映像が。なんと全部で DVD4 枚組の大長編ですよ。次はどれを見ます？金箔編？それともケツ穴編がいいですか？まさか、全部見られてたの？どうしたのよ、マリコ。あの DVD に入ってるのは、みつるくんが作った偽物の映像なんでしょ？親戚一同の冷たい視線が一斉にマリコに注がれる。もはやこの場にマリコの潔白を信じている人間は、実の両親の2人しかいないようだ。まあ、それも続きを見ればわかりますよ。それじゃあ次は金箔編にしましょうか。マリコが気持ちよさそうに空中遊泳してる姿が見れますよ。やめて。私が悪かったから。不倫してたこと認めるから。だからもうみんなの前で恥をさらすのはやめて。マリコ？本物だったの？これ。勝負ありだな。ごめんなさい。ただの気の迷いだったの。みつるが構ってくれないもんだから、つい魔が差して、ぐすん。まだ俺に責任転嫁するつもりなのかよ。とはいえ、この状況じゃさすがにもう。ねえ、お母さんならわかってくれるよね。私の気持ち。わかるわけないでしょ。このメス豚が。お母さん？今すぐこの家から出て行け。二度と家の敷居をまたぐんじゃない。お父さん？昨日市役所に行って離婚届もらってきといたから、後でごねられるのも嫌だし、ここでサインしてくれよ。みつる？いやね、一族の恥だわ。まさかあのマリコちゃんにこんな変態趣味がな。こりゃ今日来てない奴らにも教えてやんなきゃ。マリコ姉ちゃん。すごくエッチだ。いやー。こうして俺の復讐は終わった。ちなみに真男の方には後日真嫁さん宛てに同じ DVD を郵送しておいた。その結果、マリコと真男は俺から各300万ずつ、真嫁さんからも同額の慰謝料を請求される結果となったのだった。その後、マリコは親戚たちから隠れるようにして過ごしていたが、最近はようやく開き直ることができたのか、あの時こさえた借金の返済のために無夫婦なお店に勤め始めたという噂を聞いた。今頃は懲りもせず、見知らぬ誰かにその体を縛られているのだろう。そんなマリコに対し、
俺は夫婦という鎖から解き放たれ、今は悠々自適な毎日。もうしばらくはこの自由を満喫させてもらうつもりだ。ご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。またのご視聴お待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。